サッカー日本代表の伊東純也選手らが性的行為を強制されたと主張する女性2人の虚偽の刑事告訴で損害を受けたとして賠償金約2億円を求めた訴訟の第1回口頭弁論が11月26日東京地裁清水千恵子裁判長で開かれました。ここまでで伊藤選手の裁判は終わったんじゃないの？伊藤選手は無罪だったんじゃないの？この裁判は何？と思われる方も見えると思うので、これまでの流れを説明していきます。伊東純也選手をめぐる一連の騒動のいきさつ。なお、今回は内容に性加害、性被害、性行為等といった一連の内容、単語を扱いますので、その点はご留意、ご了承ください。登場人物 X 氏伊藤選手の当時のマネージャー A 子 B 子。今回の裁判の発端 C を反社的な人物と言われているトレーナー伊藤選手のトレーナー、今回の件に巻き込まれてしまった。ちなみに画像はすべて適当です。本人に似てはいないし似せる意図もありません。2023年5月、伊藤選手のマネージャーを務めていた X 氏が関わりのあるタレント A 子の撮影を手伝った際、A 子との肉体関係、行為があったとされています。流出した告訴状の一部に記載、当時 X 氏の所属会社と A 子の芸能事務所の提携解消が規定路線であり、関係改善のための枕営業と推測されています。飲み会から事件の発端。6月、日本代表戦後 X 氏や伊藤選手、タレント A 子 B 子らが深夜に飲み会を開催。その後伊藤選手の部屋に集まりました。 X 氏は途中で退出したものの A 子と B 子がジャージ姿でその部屋で寝てしまい X 氏が憤慨。寝ている A 子 B 子の姿を撮影した動画が後に提出されました。翌日伊藤選手はテレビ収録に参加しましたが、腰の負傷の影響で軽い運動のみでした。この日を境に X 氏と A 子の関係が疎遠になります。金銭要求と刑事告訴の発端。その後2023年9月頃から A 子の代理を名乗る男性 C が X 氏に対し不同意性交を理由に金銭を要求。しかし交渉は決裂し X 氏はマネジメント会社を退職します。12月には A 子側の弁護士が X 氏を刑事告訴。この時点で A 子側のターゲットが伊藤選手にも移り、2024年1月、伊藤選手とトレーナーへの刑事告訴が行われました。週刊誌報道と影響。1月31日、週刊新潮が告訴状に基づいた記事を公開。これにより伊藤選手は世間から注目を浴び、翌日日本代表を離脱。その後伊藤選手側も A 子と B 子を虚偽告訴で刑事告訴。伊藤選手は民事訴訟で損害賠償として約2億円を請求しています。これが今回の第1回口頭弁論につながります。書類送検と不起訴処分。2024年7月、双方が書類送検されましたが、8月に伊藤選手とトレーナーは嫌疑不十分で不起訴。女性2名も同様の不起訴処分となりました。伊藤選手側は名誉回復のため民事裁判を公開で進める方針。女性側は非公開裁判を求めており、これに対し伊藤選手側は公開の場に持ち出した事件を非公開にするのは矛盾と反対しています。問題点と未解明の点。
刑事告訴の意図、A子側が X 氏や伊藤選手を告訴し、週刊誌に情報を提供した背景には、金銭目的だけでなく第三者の介入や個人的な意図が絡んでいる可能性があると言われています。さらに告訴状には A 子の住所に虚偽情報が含まれていた模様。情報提供の動機、新潮社への情報提供には定額の報酬しかなかったとされ、誰が女性側を後押ししたのかは不明です。書類送検ニュース内に女性側が得た報酬額も警察は掴んだという情報も。上記の刑事事件は大阪府警4課、いわゆるマ棒担当でした。以上がこれまでの流れです。で、今回の裁判は伊藤選手側が女性2人に対して2億円の損害賠償を求める民事訴訟、その第1回口頭弁論にあたります。伊藤選手側は女性らによる虚偽告訴と一連の報道によって損害が生じたと主張。分かりやすく言えば、あなたたちの嘘で裁判沙汰にされかけたせいで膨大な損害が発生したから、逆に選手側から損害賠償を請求します、訴えますという裁判である。で、裁判で双方の言い分を聞きますというのが今回の第1回口頭弁論です。以下の内容は投稿者が実際に口頭弁論の内容を確認し、分かりやすくまとめたものになります。第1回口頭弁論、11月26日15時、損害賠償請求事件。原告伊藤純也被告、閲覧制限6年和略。原告側伊藤純也選手の主張、訴訟の背景。被告が行った虚偽告訴により、週刊新潮に性加害に関する記事が掲載された。記事はリークの日に告訴状が受理されたとする内容で、あたかも原告が準強制性交を行ったとして記事が掲載されている。並行して示談金が要求されている。原告は記事の影響で日本代表から離脱、チームはアジアカップ優勝を逃した。虚偽告訴の理由。被告は過去に知人男性 X とトラブルを起こしており、その解決のため金銭を要求していた。本件も同様に金銭を目的としてメディアを利用したものである。さらに被告代理人は警察での取り調べ内容を全て秘密録音し、告訴受理の立証のために提出している。被告代理人の行為はあたかも警察の担当刑事を欺く行為である。証拠の問題点。被告の証拠は自身の陳述書に基づくもので、警察は多くの人たちの取り調べを行い、調査結果により不起訴となった。不起訴結果が示す通り、準強制性交の事実はなかったことを示している。結論。本件は記事に掲載されるメディアの圧力が示談金を釣り上げる方便として利用されたものである。被告の虚偽告訴の背景については立証をしたいと思っている。近年プロスポーツ選手の大きな大会が近づくと、身に覚えがない代金の示談金を求められる事案が増えている。本件はことさらメディアを利用し金銭を要求するものである。被告は虚偽告訴を行い、金銭目的でメディアを利用している。被告側の主張。訴訟の背景。被告と原告の間で否認具なしの行為が事実としてあった。被告は真摯な謝罪を求めたが、原告は高額な示談金を提示したのに。これは伊藤選手側の前担当弁護士。訴訟の問題点。原告は記事を掲載した週刊新潮を訴えず、女性たちのみを標的にしている。過去の判例でもリーク者の責任が退けられる場合が多く、報道側の責任が問われるべき。原告は性行為の有無やその動機について明確にして説明していない。これにより原告本人の尋問を求める。被告への影響。被告は誹謗中傷や個人情報の暴露により精神的苦痛を受け続けている。原告の訴訟はスラップ訴訟、報復的訴訟であり、女性たちの権利を侵害している。そもそも女性は原告から大量のアルコールを飲まされていたため、事件当時の曖昧性があってもしょうがない事情があります。結論。
女性たちの反論意見を掲載してくれると信じていた新潮社が反論ができませんでした。新潮社へ凱旋者が連日来て、その結果反論がされなかったのです。このような状況で女性たちは誹謗中傷されてもただ我慢するしかなかった数ヶ月間でした。性被害の告訴は正当であり、原告の主張には根拠がない。女性たちへの謝罪と理解を求める。口頭弁論後に行われた原告・被告双方の記者会見の内容を含む双方の主張まとめ。伊藤選手側。性被害者の保護が大事なことは理解しているが、被害者を手厚く保護しようとしているのを逆手にとって被害者として訴えて男性の生活ができなくなってしまうことは今後防いでいかないといけない。不法行為の追及はスラック訴訟に当たらない。女性側が性交渉はなかったと言っている録音もある。被告側。選手から性被害を受けました。絶対に嘘ではありません。性被害者として加害者に真摯な謝罪を求めたい。力のある有名人やスポンサーに媚びを売る営業道具として自分たちのように若い女性が利用され、アテンドされ、同様の性被害を受けることを阻止したい。ネットの感想。真っ向勝負だな。ホテルで酒飲んだってのだな。松本がうまくいったから本格的にむしりに来たな。対岸の火事で燃やしてた連中にも次々と火がつきそうだ。よくあるハニトラだろう。ヤクザもやってるよな。断片的な記憶しかない時点でな。この女二人うさんくさい。サッカーの反撃や代表を降ろされた罰は重い。記憶にないけどやったのは確実とか言われてもな。断片的な記憶しかないってのは言うべきじゃないんでは。記者会見とは男らしいな。週刊新潮の記者も訴えとけよ。これは模倣犯だけど失敗に終わったからな。飲み会で寝たら伏されててまた寝ましたみたいなゴミみたいな主張。損害賠償はおとなしく払え。2億円だ。うろ覚えで性被害を受けたと言われましても、蒸し返すのはよほど自信があるんだな。あっちと違って損害賠償は払わされるだろう。実害でてんだからさ。まあ女側も認めたら数億の支払いが待ってるから嘘でも必死だよな。しかも誹謗中傷は伊藤関係ないし。被害者ずらしても裁判官からの同情は得られないよ。証拠が見つからず逃げ切りたいのが本音でしょう。実質アジアカップ潰したんだからとんでもない損害だろ。刑事で不起訴だから伊藤の勝ちなんよ。アジアカップ負けたし伊藤は絶対に許せんのだろ。これ伊藤が負けたら日本代表どうすんだろう。負けって何？伊藤が民事で訴えられてない時点で引き分けか勝ちしかないよ。カウンターアタック。点取りそうだな。これ女2人勝ち目ないと見て世論巻き込もうとしてるな。女から見ても無理あるわ。これ以上伊藤に絡んだら許さんぞ。まあこういうのは名誉の問題だから徹底的にやるべき。つかやらんぽうがおかしい。まあどこかの誰かはこういう形で自分から仕掛けて訴訟取り下げたけど普通そんなんないわな。民事で訴えるって伊藤側が相当キレてんだろ。新潮は日本サッカー協会に10億くらい賠償金支払っとけよ。伊藤いないせいでアジア杯負けたやん。期間冤罪にもつながる案件だから慎重にやってほしい。慎重だけに慎重だけに。女のバックにいるやつを引っ張り出せよ。個人的なまとめ。損害賠償請求額は2億243万3131円。慰謝料ではなく伊藤個人のスポンサー等実損金額プラス同時に告訴されたトレーナーの実損金額とのこと。被告側の言う被告は真摯な謝罪を求めたが原告は高額な示談金を提示したのみ。というのは選手側の前任弁護士がアジア杯を直前に控えていたことから悪影響を考慮して
情報を一切表沙汰にしない旨を条件に交渉を進めていたという話。この弁護士はその後選手側から解任されています。普通一つの部屋の中で男女が一晩を過ごし、性加害があったと訴えられた場合、女性側が圧倒的に有利です。性行為がなかったという証明をするのはあまりにも難しい。しかし今回の件では嫌疑不十分の不起訴処分となっています。にもかかわらず被告側は性加害があったと言い続け、損害賠償請求に対抗しているというのが今回の内容です。おそらく被告側はあくまで被害者であると主張し、世論を味方につけようという算段なのでしょうが、これ被告側の常套手段としてこの後牛歩戦術が予想されるんですよね。牛歩、牛が歩くくらいゆっくりと物事を進めること。話が長引けば長引くほど無条件で女性の言い分を信じるバカが寄ってくるので、女性の性被害は許されざる犯罪です。しかし今回の件は警察が捜査を終えて加害はなかったという結論が出ています。皆さんは今回の裁判についてどう思われますか？ご意見やこの内容に納得いただけたらよろしければ、より多くの方に知っていただくため拡散いただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。